あ、そうた、こっちこっち。ごめん。少し待たせた？大丈夫。私もさっき来たところ。よかった。その飲み物、初めて見た。これ、最近人気のピーチミルクティーだよ。へえ、ピーチ味なんだ。どう？おいしい？結構美味しいよ。甘すぎないし、飲みやすい。いいなあ。僕はいつも同じものを頼んじゃう。今日も黒糖ミルクティー。そう。結局これが一番好きなんだよね。確かに人気あるよね。前より飲んでいる人が増えた気がする。この店でもよく売れているみたい。最近はミルクティーだけじゃなくて、いろいろな飲み物が流行っているよね。うん。この前はチーズフォームのドリンクを見たよ。あ、それ飲んだことある。本当？どうだった？最初はちょっと変な感じだったけど、飲んでいるうちに好きになった。へえ、気になるな。今度試してみようかな。新しい飲み物を見ると、つい注文したくならない。なるなる。でも失敗することもあるよ。あるね。写真は美味しそうだったのに、実際はあまり好きじゃなかったり。この前、友達が勧めてくれたドリンクもそうだった。流行っていても、自分の好みに合うとは限らないよね。その通り。だから結局いつものミルクティーに戻る。ふふふ、安全な選択だね。綾香はよく新しいものを試すよね。新商品って聞くと気になるから。じゃあ、最近飲んだ中で一番美味しかったのは？マンゴーとジャスミンティーのドリンクかな。香りが良かったよ。それ美味しそう。聞いていたら飲みたくなってきた。今度一緒に飲みに行こうよ。いいね。その時はおすすめを教えて。もちろん、でも、ソータはまた黒糖ミルクティーを頼みそ多分ね。でも次は少し冒険してみるよ。う。本当かな？本当、本当。今日はその練習ということで、彩香のを一口もらってもいい？いいよ。でも気に入ったら自分でも買ってね。わかった。じゃあ、いただきます。どう？あ、おいしい。これは人気になる理由がわかるな。でしょ。次は新しい飲み物を一緒に探そうね。うん、楽しみにしてる。あ、りなさん、こんにちは。こんにちは。今帰りですか？はい、仕事が終わったところです。お疲れ様です。ありがとうございます。そういえば、ちょっと聞いてもいいですか？もちろん。何ですか？最近、花火大会のポスターを見た気がするんですけど、この近くであるんですか？ああ、川の方の花火大会ですね。やっぱりそうでしたか。毎年やっているんですよ。へえ、知りませんでした。たくみさんは去年引っ越してきましたよね。そうなんです。だからこの辺のイベントはまだよく知らなくて。それなら一度見に行った方がいいですよ。そんなに有名なんですか？はい、結構人も来ますし、花火も綺麗です。いつあるんですか？来週の土曜日です。来週なんですね。もうすぐだ。時間は夜の7時半からだったと思います。なるほど。会場は遠いですか？いいえ、駅の近くの川ですよ。じゃあ歩いていけそうですね。行けますよ。20分もかからないと思います。それは助かります。でも、始まる前は少し混みます。やっぱり人気なんですね。私はいつも早めに行っています。何時くらいですか？6時頃ですね。ずいぶん早いですね。いい場所で見たいので。確かに、それは大事ですね。それに、屋台を見るのも楽しいですよ。屋台も出るんですか？たくさん出ますよ。いいですね。何がありますか？焼きそば、たこ焼き、フランクフルト、それからかき氷もあります。聞いただけでお腹が空いてきました。ふふふ、私も毎年食べすぎます。
花火より屋台が目的じゃないですか。そんなことないですよ。でも半分くらいはそうかもしれません。正直ですね。たくみさんは花火大会が好きですか？好きですよ。子供の頃、家族とよく見に行きました。じゃあ楽しめると思います。そうですね。なんだか行きたくなってきました。天気も良さそうですしね。雨じゃないといいなと思っていました。今の予報だと晴れみたいですよ。それなら安心です。もし行ったら感想を聞かせてください。もちろんです。私は多分今年も行くと思います。じゃあ会場で会うかもしれませんね。そうですね。その時は声をかけてください。はい、楽しみにしています。私もです。では、また。はい、また会いましょまどかさん、今ちょっといい？いいよ。どうしたの？実はメールを書いたんだけど、自信がなくて。日本語のメール？学校の先生に送るメールなんだ。そうなんだ。見てみようか。本当、助かるよ。どれどれ。明日の授業に少し遅れそうだから、そのことを書いたんだ。なるほどね。文法は多分大丈夫だと思うけど、自然かどうかわからなくて。そういうのって難しいよね。日本語は合っていても、変な感じになることがあるから。わかる。じゃあ読んでみるね。お願いします。あ、この最初の文はいいと思うよ。本当？でも次のところは少しだけ変えた方が自然かな。どこ？私は電車が遅れるので、授業に遅れますって書いてあるね。遅れそうですの方がいいかも。ああ、なるほど。まだ確定じゃないなら、その言い方の方が自然だよ。確かにそうだね。それから最後の文も見ていい？もちろん。すみませんでしたって書いてある。あ、それも変。少しだけね。どうして？まだ遅れていないでしょ？あ、本当だ。だから、すみません、や、申し訳ありませんの方が自然かな。なるほど。気づかなかった。こういう細かいところは難しいよね。本当に難しい。でも全体的にはちゃんと伝わるよ。よかった。前よりずっと上手になったと思そうかな。う。前は短い文ばかりだったけど、今は理由も書けているし、少しずつ勉強しているからね。その成果が出ているよ。そう言ってもらえると嬉しいな。メールを書く練習はよくしているの？最近は週に何回か書いているよ。だから上達が早いんだね。でも送る前はいつも不安になる。私でもたまに見直すよ。日本人でも。もちろん、送った後で間違いを見つけることもあるし、それを聞いて少し安心した。完璧じゃなくても大丈夫だよ。ありがとじゃあ、今の修正で送ってみたら？もう一回読んでから送る。それがいいね。まどかさん、今日は本当に助かったよ。どういたしまして。また変な日本語を書いたら相談してもいい？もちろん、いつでも聞いて。ありがとう。じゃあ、今送るね。きっと大丈夫だよ。そのポーチ、かわいいね。新しく買ったの。あ、これ、この前の休みに買ったんだ。どこで見つけたの？ハンドメイドのお店だよ。へえ、そうなんだ。実は私、ハンドメイドのものが好きなんだよね。あ、それわかる。僕も結構好き。本当？お店でたくさん売っているものもいいけど、手作りのものには特別な感じがある。そうそう。同じものがあまりないのもいいよね。世界に一つだけ、みたいな感じがする。私もそこが好き。そのポーチも手作りなの？作った人が自分で売っていたよ。じゃあ、作った人と話したの？少しだけね。どんな人だった？すごく明るい人だったよ。この布も自分で選んだって言ってた。へえ、
そういう話を聞くと、もっと大切にしたくなるね。うん、買うだけじゃなくて、話を聞くのも楽しい。僕も前に木で作った小さい時計を買ったことがあるよ。いいね。今も使ってる？もちろん、部屋に置いてある。気に入っているんだね。かなり気に入ってる。ハンドメイドのイベントには行ったことある？あるよ。でも最近は行ってないな。私は見つけるとつい行っちゃう。何も買わなくても楽しいよね。うん、見ているだけでも時間があっという間。本当にそアクセサリーとか、お菓子とか、いろいろあるしね。う。お菓子もあるんだ。あるよ。手作りクッキーとか人気だよ。それは気になるな。りくは何か作ったことある？ないない。そういうの苦手。意外。不器用だからね。私も上手じゃないよ。でも何か作ったことはあるでしょ。昔、友達にブレスレットを作ったことがある。すごいじゃん。簡単なものだよ。それでも作れるだけすごいと思う。作っていると意外と楽しいよ。じゃあ今度教えてよ。いいよ。でも失敗しても知らないからね。多分最初は失敗すると思う。ふふふ。でもそれも楽しいと思うよ。そうかもしれないね。来月、大きなハンドメイドイベントがあるらしいよ。本当？うん、友達が教えてくれた。じゃあ一緒に行かない？いいね。私もちょうど行きたかった。決まりだね。うん、今から楽しみ。どんな作品があるか見るだけでもワクワクするね。そうそう。だから私はハンドメイドが好きなんだ。あれ、今日のお昼、それだけ。うん、実はダイエット中なの。へえ、そうだったんだ。この前、久しぶりに体重を測ったら少し増えててね。ああ、それは気になるかも。服も前よりきつく感じるし。なるほどね。だから少し生活を変えようと思って、食事を減らしてるの。減らしすぎないようにはしてるよ。それがいいと思前に急に食べる量を減らしたことがあるんだけど、すぐ疲れちゃった。う。無理は続かないよね。うん、本当にそうだった。今は何をしてるの？夜のお菓子を控えてる。運動はしてる。最近は歩くようにしてるよ。毎日。毎日は無理だけど、週に4、5回かな。どのくらい歩くの？ 30分くらい。レンはダイエットしたことある？あるよ。本当？去年ちょっと太ったから。どうやって痩せたの？エレベーターを使わないようにした。それだけ？それと、夜遅くにラーメンを食べるのをやめた。ああ、それは大きいかも。最初は大変だったけどね。やっぱり食生活は大事なんだね。運動も大事だけど、食べ方も大事だと思私も最近そう感じる。う。でも無理しないでね。ありがとう。急に頑張りすぎると疲れるから。そうだね。少しずつ続けるつもり。その方がいいよ。まずは今の生活を続けてみる。いいと思う。目標はあと3キロかな。達成できそうじゃない。そうだといいな。きっと大丈夫だよ。ありがとう。なんだかやる気が出てきた。じゃあ、お祝いにケーキを食べに行こうか。ダメだよ。母は冗談だよ。びっくりした。目標を達成したら、その時に食べようん。その日を楽しみに頑張るよ。